皆さん、こんにちは。日々ジャパニーズポッドキャストへようこそ。今回も一緒に日本語でお話ししましょう。今回のテーマは朝のルーティーンです。皆さんは朝起きてから家を出るまで、あるいは仕事を始めるまでどのように過ごしていますか？毎日必ず決まった順番でやっていることはありますか？実は朝の過ごし方はその日一日の気分やエネルギーのレベルを決めてしまうとても大切な時間です。朝をバタバタと急いで焦りながら過ごしてしまうと、その日一日なんとなく心が落ち着かないことが多くなります。逆に朝の数分間だけでも穏やかに自分のために使うことができれば、その日はとても前向きで良い一日になります。今日はいろいろな人の朝の過ごし方を紹介しながら、私たちがもっと毎日を楽しく前向きに過ごすためのヒントをゆっくり時間をかけて探していきたいと思います。朝の時間は一日の始まりであると同時に、自分自身と向き合うための大切なチャンスでもあります。忙しい毎日の中でどうすれば自分だけの時間を作れるのか、具体的なエピソードを交えながら詳しくお話ししていきましょう。朝のルーティーンといっても人によっていろいろなスタイルがあります。絶対にこうしなければならないという正解はありません。自分が心地よいと感じる過ごし方があなたにとって一番のルーティーンです。例えば、朝からジムへ行く人、朝の静かな時間に勉強をする人、他にも家の中でゆっくりストレッチをして夜の間に固まった体を優しくほぐしていく人、みんなそれぞれ自分なりの一日の始め方を持っています。皆さんはもし時間に余裕があるとしたら、どんな朝を過ごしてみたいですか？理想の朝を想像するだけでも少しワクワクしてきますよね。ここで一人の男性のエピソードを紹介しましょう。佐藤さんという方の話です。佐藤さんはいつも明るい笑顔でとても健康的に見えます。でも、ほんの1年前の彼は、今とは全く違う生活を送っていました。当時の佐藤さんは、とても朝が苦手でした。仕事のストレスから夜は遅くまでお酒を飲んだり、動画をだらだらと見たりして、寝る時間がいつも深夜を過ぎていました。当然、朝はアラームが鳴っても体が動きません。何度もスヌーズ機能を使い、アラームを止めては二度寝をする。結局、家を出る15分前にパニックになって起きるのが日常でした。佐藤さんは当時の自分をこう振り返っています。朝起きた瞬間から体がとても重かった。今日一日をやりきれる自信がなくて、布団の中でため息ばかりついていたんだ。結局、顔を洗って服を着替えるだけで精一杯。朝ごはんは食べず、駅まで全力で走る。電車の中では席に座った瞬間にまた眠ってしまう。そんな生活を続けていた佐藤さんの心は少しずつ疲れていきました。そんなある日、佐藤さんはテレビで太陽の光と心の健康
についての特集を見ました。朝に日光を浴びることが体と心にとても良い影響を与えるという内容でした。自分に足りないのはこれかもしれない。そう思った彼は勇気を出して今より早く起きることに挑戦しました。そして顔を洗ったらすぐに靴を履いて外に出ることにしたのです。最初は本当につらかったと言います。外は寒いし体はだるい。やっぱり家に戻って寝ようかな。何度もそう思いました。でも歩き始めて5分が経ち、公園の近くで太陽の光を正面から浴びたとき、不思議な感覚がありました。目から入る光が体の奥にあるスイッチをゆっくりと押していくような感じがしました。日光を浴びると私たちの体の中ではセロトニンという気持ちを安定させる物質が作られます。佐藤さんは歩きながら深呼吸をしました。冷たくて新鮮な空気が肺を満たし、体の中が少しずつ目覚めていくのを感じました。たった15分の散歩ですが、彼にとっては自分を変えるための大きな一歩でした。これを1ヶ月、2ヶ月と続けた結果、佐藤さんの生活は大きく変わりました。まず、夜の睡眠が変わりました。朝に光を浴びることで、夜になると自然に眠くなるようになったのです。そして何より仕事の成果が上がりました。散歩から帰ってきた時には頭がすっきりしていて仕事に集中しやすくなりました。たった15分外を歩くだけ、それだけで世界がこんなに明るく見えるなんて知らなかった。今の佐藤さんは自分の体の調子を自分で整えられているという自信に満ちています。次に高橋さんという女性の話をしましょう。高橋さんはいつも穏やかな口調で話し、周りの人を自然と安心させる魅力を持っています。でも彼女もかつては心の中に大きな不安を抱えて生活していました。以前の高橋さんはいつも何かに追われているような気持ちで毎日を過ごしていました。朝起きるとすぐにスマホの通知をチェックし、仕事のメールやソーシャルメディアのメッセージに返信します。朝ごはんを食べている間も頭の中ではずっと予定のことを考えていました。今日の午後までにあの書類を作らなきゃ。帰りにスーパーでこれを買わなきゃ。あの友達の誘い、どうやって断ろう。いつも未来のことで頭がいっぱいでした。彼女は今この瞬間を落ち着いて感じることができなくなっていたのです。高橋さんは言いました。毎日大きな波に飲み込まれているみたいだった。自分の時間が1秒もない感じだった。私の人生なのに私が主人公じゃないみたいだった。夜ベッドに入ってもその日に終わらなかったことや明日やらなければならないことが頭の中でぐるぐる回り続けていました。心臓の鼓動が速くなり、なかなか眠れない夜もありました。いつも不安で小さなことにもすぐにイライラしてしまう。そんな自分を好きになれず、自信を失いかけていました。そんな彼女が自分を助けるために始めたのが朝の手帳タイムです。
彼女は家族が起きる前の一番静かな時間に起きるようにしました。まずキッチンでお湯を沸かし、ゆっくりとお茶を入れます。その香りを楽しんだ後、お気に入りのペンと手帳を持って椅子に座ります。ここでやることは予定を立てることだけではありません。今の自分の心の中にある気持ちをそのまま紙に書き出すことです。昨日はあんなことがあって少し悲しかった。今日はあまり仕事に行きたくないけれど、終わった後のケーキを楽しみに頑張ろう。最近空を見ていないな。今日は帰り道に空を見上げてみよう。そんな小さな気持ちを一つずつ文字にしていきます。誰かの評価を気にせず、自分を責めることもなく、ただ自分の心を見つめる。この静かな時間が彼女の人生に大きな変化を起こしました。手帳に書くことで少し離れて自分を見ることができるようになると、不思議と不安は小さくなっていきました。今の彼女は以前のように忙しいと焦ることが少なくなりました。朝に自分の心を確認しているからです。何が起きても、まあ大丈夫。私ならなんとかなる。そう思えるようになったのです。朝の15分程度の手帳タイムが彼女に自分の人生のハンドルを握っているという実感を与えてくれました。佐藤さんと高橋さんの話を聞いて、皆さんはどんなことを感じましたか？二人のストーリーに共通しているのは、無理をしていないということです。佐藤さんは散歩、高橋さんは手帳。どちらも一日のうちのほんの少しの時間を自分のために使うように変えただけです。時間にするととても小さな変化です。でもその小さな行動が少しずつ二人の体と心を前向きに変えていきました。実は私にも朝の小さなルーティーンがあります。朝起きて顔を洗い、コップ一杯の水を飲んだ後、5分から10分ほど本を読みます。朝に読む本は明るい気持ちになれる本と決めています。そういった本を読むことで元気や自信を少しずつもらっています。私にとってそれは一日を気持ちよく始めるための小さな習慣です。夜寝る前に読書をするのもいいですよね。ですが、私の場合は朝の静かな時間に読む方がより集中できると感じています。短い時間ですが、私にとってとても大切なルーティーンになっています。もし今、ポッドキャストを聞いている皆さんの中に、自分も毎日の流れを変えたいと思っている人がいたら、最初から完璧を目指さないでください。よくある失敗は、いきなり大きな目標を立ててしまうことです。明日から1時間早く起きて、ジョギングをして、英語の勉強をして、手作りの朝ごはんを作るぞ。こういう目標は最初はやる気が出ます。でも、ほとんどの場合続きません。私たちの脳は急な変化をあまり好まないからです。大切なのは今の生活を大きく壊さずにほんの少しの隙間を作ることです。例えば朝起きたらすぐに窓を開けて部屋の空気を入れ替える。それだけで気分は少し変わります。あるいはコップ一杯の水を急いで飲むのではなく30秒かけてゆっくり飲んでみる。体の中に水が広がっていくのを感じてみる。または鏡の前で1
回だけ自分に向かって今日も頑張ろうと声をかけてみる。それだけでも立派な朝のルーティンです。朝、自分のために一つ良いことをしたという事実。その小さな成功体験が脳に私は自分の時間をコントロールできているという自信を与えます。その小さな積み重ねが1ヶ月後、半年後、そして数年後のあなたを今よりももっと明るい場所へ連れて行ってくれるはずです。皆さんいかがでしたか？今回は朝のルーティーンというテーマで佐藤さんと高橋さんの変化の物語を交えながらお話ししました。朝をどう過ごすかは自分の人生をどう大切にしているかと少し似ているかもしれません。忙しい毎日の中で自分の時間を守ることは簡単ではありません。でも、ほんの少しの工夫で私たちはもっと自由に、もっと自分らしく生きることができるようになります。明日目が覚めたとき、皆さんはどんなことをしてみたいですか？今夜寝る前に明日の朝の自分への小さなプレゼントを一つだけ決めてみませんか？カーテンを開けて太陽の光を浴びること、好きな音楽をかけること、いつもより丁寧に顔を洗うこと、どんなことでも構いません。あなたが少し笑顔になれることを選んでください。それでは今回のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。また次のエピソードで一緒に日本語でお話ししましょう。さようなら。